ちは。こんにちは。源氏とあかりとゆうちゃん。きーちゃんです。ゆうちゃんときーちゃんは2024年の12月に生まれた二卵性の双子の女の子です。今回は第2子であるきーちゃんのお話をさせていただきます。はい。きーちゃんには先天性の四肢障害があります。以前からその内容については動画を撮ってきたんですが、その続きをお話しさせていただければと思います。はい。今回新たに身体障害者手帳を取得したので、そのお話も含めてさせていただければと思います。今ゆうちゃんときーちゃんは生後5ヶ月なんですが、前回最後にこの障害のお話をしたのはきーちゃんの手術を行った時なので、生後2ヶ月の頃なんでだいたい3ヶ月前になります。でそこからは日常の動画を上げていて、なかなかこの障害のお話をするところがなかったので、今回改めてお話ししようかなと思います。まずは今までの治療の話を少しだけ振り返りたいと思います。そもそもきーちゃんの右足は欠損しています。で、左足は内反足という形で生まれました。で、これは治療すれば治る疾患なので、今現在もなんですが治療を続けています。で、一番最初は1ヶ月検診を過ぎたあたりから治療を始めました。まずはギプス治療で内側に向いた足首を外側に向けるというのをやりました。で、1週間に1度ギプスを巻き直す形で6週間ギプス治療を行いました。でその後生後2ヶ月半の時にアキレス腱を切る手術をしました。これは以前の動画でも上げてるんですが、2泊3日で全身麻酔による手術を行いました。で手術後もその手術した部分を固定するためにギプスを3週間巻いていました。で前回の動画はその時撮ったものになります。だからその後のことを伝えられてなかったんですが、今回はそこについてお話したいと思います。前回の動画の最後に装具をつけてこれから治療しますというお話をしたんですが、今現在きーちゃんはずっと下肢装具というものをつけて生活しています。でこの装具についてはきーちゃんが手術をした時に足の型を取って、それに基づいてオーダーメイドの装具を作ってもらっています。でこれはギプス治療とあと手術で治療した足首がまた内側に戻らないように外側に向けるような装具になってます。これをつけてないとだんだんやっぱり内側にまた戻っていくみたいなので、しばらくはこの装具をつけて生活することになります。今は起きている時も寝ている時もこの装具をつけてて、1日のうちのお風呂の時間だけ外すような生活をしています。はい、装具自体はプラスチックとマジックテープの革のベルトでできているので、簡単に取り外すことができます。はい、もう今現在装具をつけて2ヶ月ぐらいは生活しています。で一番最初にこの装具をつけたのと、そこから1ヶ月後に病院で診察して調節してもらって、で次は3ヶ月後なので、7月にまた調整することになります。最初手術の時に足型を取ったんで、まだ生後2ヶ月頃の足型で、やっぱり足も大きくなっていって、だんだんサイズが合わなくなるので、次の調整の時には新しい装具に変わる予定です。一回調整した時にもうすでにだいぶサイズが変わってて、足の長さとかもやっぱりどんどん成長していって変わっていくので、その都度合う装具に変えていくっていう感じです。はい、内反足の治療に関してはだいたいやっぱり石膏のギプスが終わった後にこういう装具で固定することが多いみたいです。できーちゃんの場合は片足なのでこういう下肢装具なんですが、両足内反足がある子は両足がつながったようなデニス・ブラウンという装具があるらしくて、それがスタンダードな治療方法みたいです。でこの治療をいつまで続けるかっていうのはまだ具体的には決まってないんですけど、しばらくはまたこの装具をつけて生活することになっています。ただ今はお風呂以外一日中つけてるんですけど、だんだん外せる時間が長くなっていくというところです。はい、そのうちこの装具も嫌がる時が来るので、そういう時はもう夜だけつけるようになったりとか、そういう風にしていくみたいです。今生後5ヶ月なんで、ゆうちゃんに関してはもう寝返りとかしてるんですが、きーちゃんは片足っていうところと、装具も普段つけてるからまだ寝返りとかはしてないです。なので、この治療もあるんで、ちょっとその寝返りとかハイハイとか、そういう成長に関しては他の子よりはちょっと遅めかもしれません。ただこのきーちゃんのペースでゆっくりやっていってもらったらいいかなと思うので、焦らずに根気強くこの治療は続けていきたいと思ってます。はい、でこの装具の費用なんですけど、やっぱりオーダーメイドっていうこともあって結構高額なものでした。大体8万5千円ぐらいだったかな、の装具です。はい、私たちも最初値段聞いた時びっくりしたんですけど、ただ治療に必要な装具になるので、国の制度で健康保険などから返ってくると
いうようなことになってます。はい、なので自己負担はゼロなんですが、1回立て替える形でお支払いして、後から健康保険とか医療費で返ってくるという形です。で、次の診察でまた肩取って新しい装具にすると思うので、また同じようにお金を払ってまた後から返ってくるということになってます。返ってくるとはいえ1回高額な立て替えは必要になってきます。あとこの装具も何度でも毎月作り変えたりとかそういうことができるわけじゃなくて、その補助が出るのが何ヶ月に一度と決まってるので、そのタイミングで作り変えていくというような形になってます。はい。内反則の治療に関してはそんな感じで装具治療を続けていきます。で、もう一つ指にも障害があって、右手が指がくっついた状態になってます。で、これも後々治療をしていくと思うんですが、まだその予定は立っていなくて、もう少し大きくなって、1歳を過ぎたぐらい、最近手を結構使うようになってきたんですが、指も使っていろいろしてくるときに、指くっついてるとなんか不便な部分も出てくるので、手術を考えていくという流れになってます。次7月にこの装具のことで整形外科を受診するので、その時に手術の話もしましょうと主治医の先生からは言われてます。はい。なので治療に関して今後また進展があれば、動画等でご報告させていただければと思います。で、冒頭にもお話したんですが、今回もう一つ身体障害者手帳の話もしたいと思います。で、今2人は生後5ヶ月なんですが、手帳自体は生後4ヶ月の時に取得しました。で、この手帳に関しては、キーちゃんが生まれてから役所の方に相談に行って、そもそも作った方がいいのかっていう話も含めてやってたんですけど、役所の人は最初、まだ小さいので、どっちでもいいというか、作る人もいるし、作らない人もいますという話をされました。なのでどっちでもいいかなと思ったんですが、今取得してみると、早く作っといた方がいいなと思いました。はい。この身体障害者手帳、私たちもあまり知らなかったんですけど、障害があるからといって勝手にそうやって発行されるわけじゃなくて、自分たちで申請しないと発行されないものになってます。で、この障害者手帳には等級があって、1級から7級まであります。で、数字が少ないほど障害の程度が重いと言われてます。で、ちゃんと等級表というのがあって、その障害の程度に応じて何級かっていうのが一覧になっている表もあります。で、それを参考に等級が決まるという風になってます。で、じゃあキーちゃんの等級が何級だったかっていうのについてお話したいと思います。結果から言うと、キーちゃんの障害者手帳の等級は3級でした。はい。で、これは右足の部分が3級に当たることになります。正式には右大腿2分の1以上欠損というところで、それが3級に当たるということです。で、もう一つはさっきも言ったように指のところ、これは上肢という部分なんですが、これが両手指軽度機能障害ということで、こちらは6級の等級になってます。6級と3級なんで、3級の方が重いので、身体障害者手帳としては3級の扱いになります。結構馴染みのない私たちからすると、片足がないって結構重たい障害だと思うんですけど、片足欠損の場合は基本的に3級になると言われています。はい。参考までにどれぐらいの程度だったら1級2級になるのかというのもお話したいんですが、下肢の場合だと1級になると両下肢機能全廃だったりとか、両下肢をだいたい2分の1以上で書くものとなっています。なのでもうほぼ両足がないというような状態が1級です。で、2級になると両下肢の硬い2分の1以上を書くものなので、膝下が2分の1以上両足書いている方が2級になると。そういった症状があると1級2級になると言われています。で、先ほど話したように、障害者手帳を取って良かったと思うことについてもお話したいと思います。パッと私たちが思いつく障害者手帳を取るメリットって、例えば入場券が安くなったりとか、乗り物乗る時にサービスが受けられたりとか、そういうのが思いつくんですけど、まだ赤ちゃんなので基本的にそういう入場料とかかからないから、あまりメリットはないのかなと最初思ってました。ただ調べていくと、そういう入場料だけじゃなくて、例えば公共施設の駐車料金だったりとか、そういうとこも無料になることが多いです。今現在で手帳を取ってよかったなと一番思ったのは保育料に関してです。ゆうちゃんときーちゃんは4月から保育園に通ってるんですが、身体障害者手帳があるとこの保育料に関しても減額の措置などがあったりします。これが所得制限もあるんで、あまり所得が高いと減額措置とかはないんですけれども、家庭の状況によっては保育料が安くなったり、あとは自治体にもよるんですが無料になったりします。これに関しては正直
手帳を取るまでは知らなかったので、調べてて気づきました。事前に役所の福祉課とか、あとは子育て支援課とかにも相談とか行ってたんですが、これに関しては説明一回もなかったんで、正直知りませんでした。ほんまに自分たちで調べる中で知ったっていう感じです。大体そのウェブとかで載ってる情報を調べると、一人親家庭に対しての記述があるんですが、よく見ると一人親家庭等みたいな書かれ方してて、でその等の部分に身体障害者手帳を持ってる家庭とかそういうのが含まれてます。なので保育園に関してはシングルの家庭と同じような扱いを受けることができます。本当調べてて思ったんですけど、やっぱり役所の中でもあんまり詳しくない方も多いし、そうやって手帳取った方がいいですかって聞いてもどっちでもいいと思いますみたいな回答が結構多かったので、やっぱり自分たちで積極的に調べて取った方がいいかどうかっていうのを判断した方がいいのかなと思います。あんまりこのキーちゃんの場合はもう右足欠損で変わることのない障害なので、その手帳を取るデメリットみたいなのは少ないかなと思うんですけど、治療で等級が変わるような場合はその都度診断書を出さないといけなかったりとか、そういう手間はあると思うんですけど、あんまりデメリットはそこまでないのかなと思ってます。ただ軽度の障害で、人によっては手帳を取りたくないっていう方もいらっしゃると思うので、それはもう個人の考え方というか家庭の考え方で身体障害者手帳を取るか取らないかっていうのは決めたらいいと思います。キーちゃんの場合はほんまに右足が欠損している障害だったので、これは取っといた方がいいと思って僕たちは取得しました。でさっきあかりが、乗り物とかの割引サービスがあるという話をちらっとしたんですが、それを受けるためにも一応2種類の規定があります。で障害者手帳にも記載されてるんですが、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額という規定があって、キーちゃんの場合は2種に当たります。これも1種の方がよりサービス内容としては良くなってます。例えば、鉄道に乗るときに1種の方であれば普通乗車券が半額になるのと、あとは例えば介護者の方と一緒に乗るときはその介護者も半額になったりします。でキーちゃんの場合は2種なので、その割引に関しては本人のみが適用になります。なのでキーちゃんと一緒に僕たちが電車とかに乗っても僕たちは割引にならず、キーちゃんだけ割引になるというところです。今はまだ赤ちゃんなんで、そもそも乗車料金とかかからないんで、今のところその恩恵はないんですけど、もう少し大きくなって例えば新幹線乗るとかでお金がかかるときに、キーちゃんは半額で乗れるようになります。喋ってでこれは鉄道に限らず飛行機のチケットとか、そういうのにも適用になってます。あとは高速道路の料金なども割引になるんですけど、2種の場合だと、本人が運転する場合しか割引適用にならないんで、キーちゃんが車に乗ってるからといって割引を受けることはできない。大きくなって運転するようになったらキーちゃんは割引を受けれるという形になってます。こういう割引に関してはほんまにたくさん決まりがあって、手帳を取得するときに冊子みたいなのもらえるので、それに細かく書いています。手帳の等級に関しては、今後治療などで変わっていく人もいるので再認定の時期が決まってます。キーちゃんの場合は次は2年後の12月に再認定があって、そこでまたどういう症状になっているのかっていうのを申請して等級が決まるというところです。はい。ただキーちゃんの場合は先ほども言ったように右足の欠損なので、今後も3級のままかなと思ってます。指に関しては治療して多少治る部分があるので、もしかしたら変わるかもしれないんですが、重い方の等級がずっと使われていくので、3級で変わらずにいくと思います。だいたい手帳は申請してから発行されるまでに1ヶ月ちょっとぐらいはかかったかなっていうところなので、もし障害をお持ちのお子さんとかいらっしゃる親御さんで取るかどうか迷っている場合は早めに申請する方がいいのかなと思います。もう一つ手帳とは別の話なんですが、特別児童扶養手当というのが存在してて、これは20歳未満の障害児がいる家庭の保護者に支給される手当になっています。身体障害者手帳と一緒に僕たちはそれも申請しています。これも1級2級と分かれてて、その障害の程度によってもらえる額が変わってきます。キーちゃんの場合は右足の欠損だけであればおそらく2級になるんですけど、指の障害もあるので、そういうのも含めて判断されて1級か2級か決まるというところになってます。これも申請した翌月から支給になるので早めに申請した方がいいと思います。はい、今は赤ちゃんなので
そこまで他の子と大きく変わらない部分が多いと思うんですけど、やっぱり他の子と比べると通院の頻度が高かったりとか、今後装具だったり義足とか作る場合はお金も必要になってくるので、申請しておいて損はないかなと思います。はい、というわけで今回はきーちゃんの内反則の治療と障害者手帳のお話をさせていただきました。はい。あくまでもきーちゃんの場合の話なので、僕たちとしては手帳を早めに取っといてよかったなと思いました。これは家庭によっていろいろ状況変わってくるので、一概に手帳早く取った方がいいですよっていうことではないと思うんですが、例えば保育園に行くとか、なんかいろんな状況に合わせて考えていくところかなと思います。でもほんまに他の人が教えてくれない部分ではあったので、自分たちから積極的に情報を取っていくことがとても大切だなと思いました。僕たちの感覚からしたら、その手帳を取った方がいいかっていうのを役所に相談した時に、例えば保育園に行かれますかと、0歳から2歳で保育園に行かれる場合はそういう減額措置などありますよとか教えてくれれば一番、ありがたい話だったんですけど、そういうのは一切なかったんで、やっぱり自分たちで調べてやっていくことが必要かなと思いました。3歳からは保育料っていうのは無償になってると思うんですけど、早めに保育園に預けたい方とか、そういう方はメリットもあるところだと思うので、手帳の取得はすごい有効かなと思います。また今後もきーちゃんのこの障害に関しては進展があったらお伝えしていこうと思います。はい。それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。